アブー・ハーゼムがサフルから伝えたところによると、彼はこう言いました。彼ら、教友たちは、ゲギヌ・イザールを肩の上に結びつけて、預言者ムハンマド様、彼にアッターの平安と祝福あれと共に礼拝を行っていた。ムハンマド・イブン・アルムンカディルが伝えたところによると、彼はこう言いました。ジャービル、ブン・アブドゥッラーが、首の後ろで結んだ一枚の芸、イザールを身につけて礼拝しているのを見た。彼の、他の服は物陰に置かれていた。ある者が彼に言った。あなたは一枚の芸で礼拝するのですか？すると彼は言った。私がそうしたのは、あなたのような愚か者がそれを見て、一枚の衣服での礼拝が許されていることを知るためだ。預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれの時代に、私たちの中に二枚の衣服を持っていた者がどれほどいただろうか、つまり、ほとんどいなかった。サヒーフ・アルブハーリー352、ムハンマド・イブン・アルムンカディルが伝えたところによると、彼はこう言いました。私はジャービル・ブン・アブドゥッラーが一枚の衣服で礼拝しているのを見た。そして彼は、私は預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれが、一枚の衣服で礼拝されているのを見たと言った。サヒーフ・アルブハーリー353、ハディース解説。教友、サハーバたちは、自分たちの後に続く人々に、礼拝の柱、ルクン、スンナ、そして作法を教えることに熱心でした。このハディースでは、タービーン、教友の弟子の一人であるウバーダ・ブン・アル・ワリード・ブン・ウバーダ・ブン・アッサーミトが、父あるワリードと共にジャービル・ブン・アブドゥッラー、アッターが彼ら二人を喜ばれますようにのもとを訪れ、学問を求めた時のことを語っています。ムスリムの神聖宗の完全な伝承による。ジャービル、アッターが彼を喜ばれますようには、彼の部族のモスクで、あるいは預言者様のモスクの彼の礼拝場所で、一枚の衣服をまとい、それを巻きつけて礼拝していました。ウバーダは言いました。私は人々の間を越えて進み、彼、ジャービルとキブラ、礼拝の方向の間に座った。彼は、学問を聞くためにジャービルの近くに座ろうと熱心に場所を詰めたのです。ウバーダはジャービルに尋ねました。アッターがあなたを憐れんでくださいますように。あなたは一枚の衣服で礼拝をしているのに、あなたの肩掛け、リダーは隣にあるではありませんか。ウバーダは、もう一枚の衣服があるのに一枚だけで礼拝することに異議を唱えたのです。するとジャービル、アッターが彼を喜ばれますようには、そのように言って手の甲でウバーダの胸を叩き、指を広げ、それを弓のように曲げた静止としつけのために、半円状に曲げたのです。そしてジャービルは彼に教えるように言いました。私が一枚の衣服で礼拝し、肩掛けを持っていたのは、あなたのような愚か者、無知な者が私を見て、私がどのようにしているかを見て、同じように行う、一枚の衣服での礼拝が許されることを学ぶことを意図したのだ。そして、ジャービルは彼の行いが作法にかなっていなかったため、彼を愚か者と呼びました。次にジャービル・アッターが彼を喜ばれますようには、アッターの使徒ムハンマド様、彼にアッターの平安と祝福あれが彼らのモスクに来られた時のことを語りました。預言者様は手に、イブン・ターブ・マディーナの男性にちなんだナツメヤシの一種の軸、ウルジューンを持っていました。ウルジューンとは、ナツメヤシの実が切り取られた後に残る、乾燥した枝の根元の部分です。預言者様は、モスクのキブラの壁につばがついているのを見つけました。そこで、預言者様は手にあるそのナツメヤシの軸で、モスクの壁からその炭を擦り落としました。それから預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれは教友たちに向き直り、言いました。あなた方のうち、アッターが顔を背けることを望む者はいるか。ジャービル、アッターが彼を喜ばれますようには言いました。私たちは恐縮しました。アッターが私たちから顔を背けるという言葉に、私たちは恐れ、へり下りました。その後、預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれは質問を2回繰り返しました。これは事態の重大さを強調するためでした。3度目の問いかけで、教友たちは答えました。誰も望みません。アッターの使徒よ。つまり、誰もアッターが顔を背けることは望みません。そこでアッターの使徒ムハンマド様、彼にアッターの平安と祝福あれは彼らに言いました。あなた方の誰かが礼拝に立つとき、アッターは彼らの顔の真正面におられる。キブラの方向の真正面におられる。だから、自分の顔の前、正面に、また自分の右側に、唾を吐いてはならない。右側は、高貴な方向であるため、汚物から正常に保つために禁じられました。左側に唾を吐くべきである。左側は、汚物の方向であり、左足の下にあるため、高貴ではありません。もし、うっかりして唾、
または痰が飛び出してしまったなら、つまり、意図せず出てしまったなら、自分の衣服を使ってそのようにすべきである衣服の端に唾を吐く。それから預言者様は、衣服に唾を吐いた場合にどのようにすべきかを示すために、衣服を折りたたみ、一方を他方の上に重ねました。次に預言者様、彼にアッラーの平安と祝福あれは彼らに命じ、アビールを持ってきなさい、と言いました。アビールとは、サフランなどを混ぜて作った香料です。すると、その部族の一人の若者が急いで家族のもとに走り、手のひらにサフランなどを混ぜた香り、ハルークを持って戻ってきました。アッラーの使徒ムハンマド様、彼にアッラーの平安と祝福あれはそれを受け取り、ナツメヤシの軸の先につけ、その香料、ハルークで痰の跡と場所を塗りつけました。ジャービル、アッラーが彼を喜ばれますようには言いました。だから、あなた方はその時からモスクで香料を使うようになったのだ。つまり、人々はその日以来、預言者様に倣って、モスクで香料を用いるようになったということです。このハディースから得られる教訓。一枚の衣服での礼拝が許されていること。モスクで唾を吐くことの禁止。モスクを香りの良いもので正常に保つこと。